皆さんこんにちは。我が家ではカローラクロスに乗っておりますが、近々ですね、2025年今年の春頃にカローラクロスに改良があるといったような情報が出ているかと思います。まだその改良内容についてはトヨタさんから発表はないわけですけれども、例えばタイで発売されているカローラクロスのフロントフェイスに変わるのではないかとか、またこれもタイで発売されておりますカローラクロスの GR スポーツが日本にも追加されるのではないかとか、そういった噂が出ているかと思います。まだこれはですね、何が決定かわからないんですけども、その話の中にある一つですね、この GR スポーツって一体何なんだろうってところですね。私自身も他の車種にはねすでに設定があるので聞いたことはあるんですけども、じゃあ具体的にどんなものかっていうのをなかなかはっきり理解はしていなかったので、少しちょっと調べてみた結果をですね、動画の方でお伝えしたいと思います。次のカローラクロスの改良で GR スポーツを購入しようかなと考えている方の少し参考になりましたら幸いです。GR というのはトヨタ自動車が展開しているスポーツブランドの名前となります。トヨタさんがやっておりますレーシングチーム、ガズーレーシング、聞いたことある方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、このレース活動で得た知見っていうのを実際に私たちが買える市販車の方にフィードバックして、でその市販車となったものを売って得た利益をまたそのガズーレーシングの活動に還元するということで、どんどんこういい車を作っていって、レース活動も続けていくっていうような活動の中でのものということになっているようです。もちろん私たちが普通に乗っているこの今のカローラクロスに関しても、もちろんこういったレースの知見が入っているとは思うんですけども、よりそれが色濃く入っているのがこの GR ということだと思います。で市販車の GR シリーズなんですけども、4つほどピラミッド構造みたいになっているということでして、1つ目一番上がですね GR、MN、そして次が GR、そして次が GR スポーツ、ここがカローラクロスですね。 GR スポーツはカローラクロスで設定されているものとなります。次が GR パーツという4段階となっているそうです。一つずつちょっと見ていきたいと思います。まず GR-MN なんですけども、これはですねサーキット走行も想定した数量限定生産の最上位かつ最古のシリーズということで、おそらくゴリゴリのですねスポーツモデルということになっているかと思います。で今現在2025年ですね、この GR のサイトに載っております、GR-MN としてましては GR-MN ヤリスということですね。これ見た目も本当にゴリゴリサーキットで走っているような車ということになっております。これがピラミッドの頂点におりまして、で次が GR ということで最上位ブランドである先ほどの GR-MN からそのエッセンスを盛り込んだ量販仕様のスポーツモデルということです。つまり量販なので、比較的多めに作ってですね、限定ではなくって、売っていくっていうようなスポーツモデルとなります。これ例えば GR86 とかですね、あとは GR ヤリス、GR スープラ、GR カローラ、この辺りがあると思うんですけども、おそらく皆さんは想像しても、スポーツカーだな、スポーツタイプの車だなっていうことで、結構買う方限られるかなっていうようなね、トヨタの中の車かなというふうに思います。でこちらは走行性能も、一般公道をはじめ、サーキットでも走れるということで、高度なチューニングが実施されているということです。我が家も以前ですね GR86 乗っておりましたので、確かに所有していて、一般的に公道を走っているわけなんですけども、もちろん公道を走るようなね扱いやすさっていうのもありつつも、やっぱりアクセルを踏んだりですとか、コーナリングしたりとかブレーキの時にはですね、一般公道ではこれほど使わないなっていうようなすごいね性能を持ってるなと思いましたんで、確かにこれはサーキットもいけるんだろうなというようなものがやっぱこの GR でした。で続いてがこの GR スポーツということで、これがタイのカローラクロスにすでに追加されているものとなります。こちらは車両の開発から生産に至るまでトヨタ自動車が自社で一貫して担当しているそうです。この上位バージョンとなる先ほどのGR、GR86 とかですねに比べて、より多くの顧客層にスポーツモデルを提供するために設定されたということです。確かに先ほどの GR、GR86 とか普通に買えるんですけれども、多分買うという方はねかなり少ないというか、用途とかもね、ファミリーカーで使うぞとかみんなで使うぞっていうよりは、ちょっと一人でね土日に走りたいとか、ちょっとサーキットにも持っていきたいとか、ちょっとかなり特殊な形だと思うんですが、それに比べてより多くのということだと思います。でこちらはですね、ハンドリング性能に重点を置いた足回りのチューニングによってですね、意のままに走る楽しさを実現したモデルとなっているそうです。
またボディ剛性も強化していて、スポーツタイヤを装着するとか、そういった装備もねちゃんとやってくれてるってことなんで GR ほどではないけれどもやっぱり走ることに対しての装備はちゃんと兼ね備えている車となっているそうです。そしてピラミッドの一番下というか、これは車両本体ではないと思うんですけども、GR パーツということで、GR が発売するアフターパーツがそこにあるということで、この4つでこの GR は成り立っているということのようです。多分一般的に私のようなですね、特にサーキット走行をしているレーサーでもなくって、そういった資格を持っているわけではない人にとっては多分買う車として上がってくるのは、GR スポーツで、もう少し踏み込みたいなってことであれば GR っていうこの2つのところになると思うんですけれども、これちょっと比較は完全にはできませんけれども、ホンダさんで言いますとシビックタイプ R がピュアスポーツということで、スーパー耐久レースに参加して、そこで得られた知見がこの実際の市販モデルのシビックタイプ R に生かされているということで、多分これがトヨタさんでいうところの、完全に重なるかわからないですけども、おそらく GR というところに近いのかなというふうに思います。ホンダさんでいうところの、RS ですね、先ほどのシビックタイプ R のピュアスポーツに対して、エブリデイスポーツということでより日常的な感じのスポーツというところで、例えばフィット RS であればエンジョイ耐久レースに参加して、そこで得られた知見が市販モデルの RS に生かされているということで、この RS はロードセーリングっていう意味なので、決してレーシングスポーツではなくって、よりちょっと一般的にね流すような感じ、一般の方が乗るのに近いようなスポーティータイプって形になってますので、おそらくこの辺りが多分トヨタさんとホンダさんのこの並びになるところなのかなというふうには思っています。GR スポーツ、ノーマルのモデルとどう違うのかなってところなんですけども、実際タイで発売されているようなそのカローラクロス GR スポーツが日本に入ってきた場合にはやっぱりどこが違うのかなっていうところ気になると思います。もちろん内外装もありますし、やっぱり乗ってての走行性能とか、あと同乗者として気になるのは乗り心地とか、そのあたりあると思うんですけども、実際日本で発売されている、もうすでにね発売されている GR スポーツの車種はいくつかあるわけで、例えばですね、このアクアの GR スポーツですと足回りはノーマルのアクアよりも少し硬めということなので、コツコツは来るかなっていうような印象のようです。ただですね、やっぱりそのノーマルよりもハンドリングの方が緻密で、やっぱり運転している人は多分こちらの方が楽しいというようなね一台になっているそうです。でまたですね、こちらの方がどちらかといったらSUV というカテゴリーなのでカローラクロスに近いかなとも思うんですけども、ヤリスクロスの方もね GR スポーツが出てはおります。でこちらの試乗動画も見ておりますと、こちらに関してはアクアとちょっと違いまして、乗り心地はそれほどねコツコツはしないっていうようなね評判がちょっと多かったかなというふうに思います。でハンドリングに関しましては、アクアと一緒でノーマルよりはやっぱりこの GR スポーツの方が緻密に動くというような印象のようです。ですので乗り心地に関しては、アクアの場合はちょっと硬いんだけども、ヤリスクロスはそうでもないというような印象だったようなので、多分これは多分アクアとヤリスクロスの元々の車のキャラクターの違い、アクアの方が多分少人数で乗る、一人で乗ることも多いだろうと。でヤリスクロスは多分何人かで乗るんであれば一緒に乗る人の乗り心地とかもね考えたような仕様になっているのかな。あと SUV ってこともあると思うんですけども、そう考えると、カローラクロスはどちらかといったらヤリスクロス方向での GR スポーツの味付けになってくるのかなと素人的には思うんですけども、これやっぱ蓋を開けてみないと分かりませんので、そのあたりはちょっと気になる点かなというふうに思います。実際ですね、このノーマルのカローラクロスに乗っている一人としましては、先ほどのその乗り心地の面に関してはもともとのカローラクロスでものすごく優しい柔らかい足をしておりますので、乗り心地はね全然硬くないんですよ。硬いっていう言葉はもう一切使ったことがないぐらい本当に優しい乗り心地となっております。ですので、そこをねどれだけ硬くしてくるのかなとか、先ほどみたいにヤリスクロスみたいに、そんな同乗者もいるんだから硬くしないってことにしてくるのかなあたりは気になるところかなと思います。ただですね、アクアにしてもヤリスクロスにしてもハンドリングは緻密だということなんで、これはすごく喜ばしいところかなと思ってまして、カローラクロスね非常に走っていて楽しいんですけれども、ライバルの一つとなるようなベゼルとか ZR-V とかと比べるとやっぱりちょっとハンドルの緻密さってところが若干ちょっとラフかなって思う瞬間も結構あったりするものですから、もしここがもう少し締まってくれるんであれば多分峠とかカーブとか走る時によりね楽しくなると思いますので、やっぱその点はすごく魅力だなというふうに思っています。春にあると言われているこのカローラクロスの改良で、カローラクロスがねどう変わってくるのか、ノーマルの状態も変わってくるのか、そして GR スポーツが追加されるのかわからないですけれども、見た目として GR スポーツすごく力強くてかっこいいモデルだと思いますので、多分気になっている方もたくさんいらっしゃると思います。なかなかこの GR スポーツのモデルって試乗車が
それほど豊富には出ないので、乗ってから確認するってことがね結構難しかったりもするのかなと思うんですけども、是非カローラクロス売れてる車ですので、出た暁には試乗車を結構置いてもらえたら嬉しいなというふうにも思っています。ということで今回はですね、2025年の春にあると言われているカローラクロスの改良、そこでですね、一つの目玉としてあるんじゃないかと言われているカローラクロス GR スポーツについてですね、いろいろと調べたところを私自身もちょっと勉強したかったので動画にしてみました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、是非高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではカローラクロスの情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。